Hi guys, Assalamu alaikum, it's Shota。今日はですね、日本はイスラームの社会からシェアリング文化を学ぶべきだということについてお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、ここ数年日本ではシェアリングエコノミーという、概念が、すごくね広がり始めてきてるんですよ。で、例えば、皆さんもご存知の Uber っていう会社があるじゃないですか。で、Uber が日本に入ってきて、で、自分の所有している車を、他の人にもこうシェアしながらお金を稼いでいくっていうビジネスモデルがあるわけじゃないですか。で、日本もこの Uber とか他のシェアリングをする会社を習うようにして、シェアする文化が大事だよねって近年言われ始めてきてるんですよ。はい。だけど、本質的に日本人はそんなにね、シェアすることってのがそんなに好きじゃないのかなと僕は考えてて、で、シェアリングエコノミーが今流行ってきてるのも、あくまで会社が成長したりとか、シェアリングをすることによって、よりたくさんのお金を儲けることができるからやってるんじゃないかなと思うんですけど、すごくね、根本に資本主義があることを僕は痛感させられてるんですよね。で、そんな社会で育ってきた僕も、やっぱりもともとシェアすることが好きではなくて、で、イスラームに入る前まで、やっぱずっとね、シェアするっていうことに対してあんまり好きな感情がなかったわけですよ。で、例えば僕が子供の頃、友達と遊ぶことって多いじゃないですか。で、僕には A さんと B さんっていう友達がいて、A と B は知り合いではないんですよ。で、もともと A と遊んだり、B と僕が遊んだりするんですけど、いつかのタイミングで3人で遊ぶタイミングがあったんですけどね、その時に、僕はお互いのことを紹介するわけじゃないですか。こちらは A さんと言います。こちらは B さんと言いますって紹介するんですけど、それがね、好きじゃなかったの。で、なんでかっていうと、もし A と B がすっごく仲良くなったら、僕と遊んでくれなくなるんじゃないかなって思っちゃったのね。そんなことがあって、子供の頃からやっぱり何かをね、シェアしたりギブするっていうことに対してはネガティブな感情を持ってたわけですよ。でもこれって僕だけじゃなくて、日本社会全体にやっぱはびこってて、大人も同じような感情を抱いてるんですよ、きっとね。で、例えば僕が大学生になった時、飲食店のバイトをしてたんですけど、その時に、僕はホールのスタッフをしてたので、料理は作らないわけですよ。だから、どんな料理とか、どういう作り方をしてるんだとか、あとは、なんていうのかな、どんな材料を使ってるのかとか、そういうことを、聞いたわけですよ。シェフとかにね。で、それで答えが返ってきた時には、いや、それはね、企業秘密だよって言われたんですよね。これってやっぱり飲食店だけじゃなくて、どんな会社でもやっぱ企業秘密みたいなことをね、よく聞くんですよ。やっぱり全体的にそういう、もうなかなかシェアをしにくいっていう概念が広がってきてて、すごい寂しいなって思うんですよね。で、今ね、イスラームに入信をして、で、周りのね、イスラームの人たちと、一緒に活動することが多いわけですけど、すごく、彼らから無償の愛とか、本当にただただ与える、本当に、みんなにシェアしたい、そんな気持ちをすごく感じられるようになりました。で、例えばね、今僕の地域ではだいぶコロナウイルスも落ち着いてきて、
外出ができるようになったりしてるんです。だから、6人とか5人くらいの、ブラザーたちと一緒にイティカープをね、する機会がすごく、あるんですけど、その時に、やっぱ彼らはね、毎回、集まる時にご飯だったり、デザートとか飲み物を自分たちで持ってくるの。で、これは誰にも頼まれてないわけですよ。で、ただただみんなに食べてほしい。みんなにシェアしたい。そんな感じになってますね。で、すごく、僕としてはね、もらう機会の方がすごく多くて、なんでこの人たちはこんなに、他人にね、惜しみなく物を与えるんだろうなっていうふうに思ったりしてたんです。他にも前に動画を出したんですけどね、一度も会ったことのないムスリマの人からプレゼントもらったりするんですよ。インスタグラムのライブとかで、食べ物の話になったりとか、その人たちの国の話になったりするんですけど、その時にインドネシアにジュンコールっていう食べ物とか、ルンダンっていう食べ物があったりするんですけどね、それって食べたことないなーって、食べてみたいなーっていう話をしたことがあったの。で、そしたら、いいよ。じゃあもう送ってあげるから住所教えてって言って、本当に送ってくれた。すごくない？一度も会ったことないんだよ。だけど、惜しみなく、他人に対して物を与えてくれる。そういう存在で、なんかね、すっごいなって本当に思います。で、なんで、くれたのって聞いたら、ただただ会話で喋ってても、どんなものかわからないから、実際に食べた方が早い。だから、食べてもらいたいって言ったんです。なんかすごい素敵ですよね。他にもムスリムの友達と、会話をしているときに、イードイフタールにお世話になった人に何かプレゼントしたいって言うんですよ。だから、プレゼント何にしようかなとか言って喋ってるの。もうね、イスラームの社会では常に食べ物とか物っていうのを与える、シェアする。そんな社会がね、もうそんな文化がすごくはびこってるんですよ。もうめっちゃ素敵ですよ。やっぱりめっちゃ素敵。で、やっぱそれと比べると今日本社会もやっぱりシェア文化大事だよねって言って広がり始めてるんだけど、やっぱりその根底には資本主義があって、でシェアすることによってより多くの富がリターンとして返ってくる。だからシェアは大事なんだっていう考え方なんですよ。やってること自体は最終的に同じかもしれないけど、人間のこのマインド的にやっぱ美しくない。本当に心から物をシェアすることによって自分たちが豊かになれる。そんなね、考え方をイスラムの人たちは持ってるから、やっぱすごく尊敬できるんですよね。そういう面は僕がこれまで24歳までやっぱ持ってこなかった考え方なので、彼らの、そういう素敵なところをたくさん見習って、今後もっと自分のこう豊かなこう人間性が作っていけるといいなと思って今は彼らからたくさん学ばせてもらってます。はい。じゃあ今日はそんなところで終わりたいと思います。Guys who are interested in my video, please thumbs up and subscribe me. We'll see you again soon. Bye. Assalamualaikum. Thank you so much for watching. If you come to Japan, please contact me and I will guide for you like a halal tourism. And I have a Instagram account and doing live stream every single day. So if you want to communicate with me, you can check my account. So we'll see you again soon. Bye. Assalamualaikum.